メラを買ったものの、なんかこう目を引くかっこよい写真が撮れないなぁと感じている初心者の方に向けたお話です。結論から言ってしまうとね、85mm の明るい単焦点レンズを使えば簡単に目を引く写真が撮れてしまいます。ということで今日は僕の 85mm の作例とともにその特性やおすすめの 85mm レンズ、そして撮影 Tips を皆さんにねシェアできればなと思います。じゃあまずなんで 85mm なのかっていうその理由を3つ説明したいと思うんですけど、まず 85mm の焦点距離を僕らがね見慣れていないからその違いを感じやすいっていうこと。一番使うであろうスマホのカメラって、あれメインカメラがだいたい 24mm 前後と結構広角だし、あと人がねこう両目で見てる範囲だけで言うとこれねだいたい 28mm ぐらいとも言われたりします。何かを注視して見た時でやっとね標準レンズぐらいの35mm とか 50mm とかいろいろ諸説あるんですけど、 85mm や中望遠以上で撮った写真っていうのは単純に僕らが見慣れていないっていう理由でちょっとね特別感を感じることができます。で2つ目の理由は映る範囲が狭いのでビジュアルバランスが取りやすいってこと。例えば広角とか標準でこう待ち撮りスナップをするね難しさっていうのは、このいろんなものがこう写真の中に映るので、主題に目を活かせるには構図や背景の要素っていうのをきちんと整理する必要があって、それにはこう様々なスキルとかテクニックが求められます。もちろんねそれを磨いていくのがこう写真の一番楽しいところなんですけど、最初のうちはねそれもちょっとね難しいとは思います。やっぱり 85mm だったらある程度こう近いね距離のものを撮る場合、主題以外は背景からこうがっつり排除して撮れるので、すごくねそのインパクトの強い写真が撮れますし、あとちょっと引いた場合でも背景がごちゃごちゃしすぎずに、要素をね整理してビジュアルバランスが非常に撮りやすくなります。でビジュアルバランスっていうのは、映っているその要素とか色、あとはコントラストで人物の顔とかタイポグラフィーとかね、そういったもの全てを重さで考えた時にちゃんとその写真の重心が目を向けさせたいところにあるかだったり、どこかこう一箇所に集まりすぎてこうアンバランスになっていないかなっていう、そういった考え方ですね。これはねちょっと話し始めると動画3本ぐらいは作れるので今日は深掘りしないんですけど、簡単な例を一つ紹介すると、この写真背景の左右に黒い何かが写ってるじゃないですか。でこれ右側だけ仮に消したりするとちょっと左に重心が傾いて感じますよね。でこの写真はすごくねシンプルな背景なんですけど、映る範囲が広く要素が多くなればなるほどこういったねバランスを取るっていうのが難しくなります。で3つ目の理由なんですけど、85mmF1.4 とか F1.8 で撮影した時の浅い被写界深度と圧縮効果のねバランスがすごくこう絶妙ということ。圧縮効果っていうのは焦点距離が長くなれば長くなるほど遠くのものがこうぐーっとこうよりね大きく近く見える効果のことを言います。その上で F1.4 といった明るいレンズで撮影すれば大きくボケた背景がこうぐっとさらに近づいてくるので、広角や標準レンズで撮るよりもさらに大きいボケ感っていうのが得られます。ポートレートではこう背景からねこう大きく人物を浮かび上がらせて撮ることができるし、ちょっと引いても圧縮効果のおかげで遠くのものがこう寄ってくるので、背景を整理してビジュアルバランスっていうのが非常に取りやすいです。で 135mm とか 200mm の方がねこうより大きい圧縮効果っていうのは得られるんですけど、同時にこう被写体からもどんどん離れなきゃいけないし、圧縮されすぎてもそれはそれで少しこう窮屈に感じてしまうので、そういった意味でも 85mm はね非常に僕はこうバランスがいいレンズだなというふうに思います。じゃあ次にねおすすめの 85mm のレンズなんですけど、これはね僕はこのシグマの 85mmF1.4 アートをねもうご利用ししたいと思います。このレンズはねめちゃくちゃコストパフォーマンスがいいんですよ。このシグマを買う前は僕はねこっちのソニーの 85mmF1.8、無印のやつですねを使ってました。でこのソニーの 85mm は、371g と非常に軽くて価格も今でも6万円程度で買えるんですけど、画質面で言うとちょっとねソフトな写りかななんていうふうにも思うんですよね。一方でこのシグマの 85mm は重さこそ 625g と
やっぱりねこうやって比べてみると一回り大きくて重いんですけど、でも価格は12万円ぐらいと少しお高めではあるんですけど、でもこっちのソニー 85mmF1.8 の、上位互換となるともうね、85mmF1.4 の GM しかない上に、あっちはさらにでかくて重いし、なおかつ8年前のレンズになってくるので、ちょっとねやっぱり最新世代の G マスターレンズと比べてしまうとスペック的にもちょっと見劣りをしてしまうので、今手に入れるかっていうとっていう感じなんですよね。なんでこのねシグマの85mm はちょうどその中間に位置しつつも、写りも非常にいいです。開放だとちょっとね周辺の甘さっていうのはまだやっぱりこれもあるんですけど、でも中心部なんかはこのねソニーの 85mm と比べるとズバ抜けでシャープなんですよ。なんでポートレートとかでこう日の丸構図でね被写体をセンターに置いて背景を大きくぼかしてこうパリッとした絵が撮りたいっていう方には圧倒的にねこのシグマの 85mm おすすめできます。そしたら 85mm 中望遠でポートレートやストリートフォトがいい感じに撮れる Tips を紹介したいと思うんですが、その前に本日のスポンサーであるアートリストがね最近リリースした新機能AI を用いたボイスオーバー機能っていうのがあるんですけど、ちょっとこれを紹介したいなと思います。アートリストは個人商用問わず様々なロイヤリティフリーの音楽やサウンドエフェクト、あと動画のテンプレートをこうダウンロードしてね使い放題となっているサービスなんですけれども、それに加えてね今新しいボイスオーバーという機能が追加されて、どうやって使うかっていうと、このボイスオーバーのページに行ったらこんな形でいろんな作例動画があります。でそれぞれの作例動画には男性女性様々な声質のその映像にマッチしたサンプルのボイスオーバーっていうのをいろいろこう見て聞くことができます。Discover the world of fashion design and marketing. In a small town, unseen forces. Every move, every heartbeat, unlocking potential. でその中から自分のね映像とマッチしそうな、声っていうのを見つけたら、上のテキストボックスに自分が喋らせたい台本を入力して、でこのパラメーターから、感情のねこう入れ具合とか、そういったものを調節しながら最後にこのジェネレートボタンを押します。本当にねワンセンテンスぐらいの文章だったら、僕が試した感じ大体10秒とか、20秒以内にはね全部ジェネレートされて、でそれを聞くとこんな感じになってます。In a world where every moment matters, capture the extraordinary with the Sigma 85mm f1.4 art lens. Unleash stunning clarity and unrivaled depth. Elevate your photography to new heights. いやー AI ってすごいですね。このボイスオーバー機能は現時点では英語のみの対応なので、英語圏以外の人はねちょっと使いどころが限られてしまうかなと思うんですけど、でもちょっとねこう英語のボイスオーバーをエッセンスとして映像に足して、海外映画のトレーラーみたいな雰囲気を出したり、英語でねこうかっこよい語りを入れてみるとさらにねこう映像がかっこよくなるんじゃないかなと思います。すでにアートリストのマックスプランを契約している方であればそのまま使えるし、とりあえずどんなもんか試してみたいという方はですね、この動画の概要欄のリンクから契約時2ヶ月無料になるリンクがあるので、その無料トライアル期間中にも試すことができます。というわけで、以上本日のスポンサーであるアートリストのご紹介でした。アートリストさんいつもありがとうございます。じゃあ最後に僕の初心者の方に向けた中望遠撮影の Tips をお伝えすると、まず一つは何を撮ろうかしっかりとカメラを覗いて探すことですね。これ何度も言うんですけど85mm って自分の目で見えるのとは全然違う見え方をします。なので慣れるまではこう中望遠で撮ったら圧縮効果でこそ面白くなるっていうものを見落としがちなんですよね。特に街歩きをしながらストリートフォトを撮る場合 85mm だとちょっと遠くのものを狙うと思うのでなおさらですね。なのでほんとねこうカメラの、EVF とかモニターを覗きながら歩き回るぐらいの気持ちで最初はねいろいろとこう探すといいと思います。ちゃんとね安全には気をつけてくださいね。僕の感覚の話なんですけど、両手伸ばしてこうやって人差し指と親指をこうくっつけて見える範囲、片目で見た時の範囲ですね。これがだいたい 85mm です。すげえね
オールドスタイルなんですけど、カメラからカバンを取り出すのが面倒な時はね、これ意外とまだこのやり方使えるんですよ。でもう一つが構図の話なんですけど、被写体を引き立たせる方法としてフレーム構図っていうのがあります。トンネル構図とかフレーム構図とか、いろんな呼ばれ方はすると思うんですけど、中望遠はこのフレーム構図が狙いやすくて、写真の中にもう一つフレームを見つけて、その中に被写体を収めることで主題を強調します。例えば本当にトンネルを使った写真を例に挙げると、広角レンズだったらパースを効かせてね、被写体に視線を集めるリーディングラインを使うんですけど、中望遠だと、この奥行き感っていうのがちょっと得にくくやっぱりどうしてもなってくるので、トンネルの出口、そこを圧縮効果でぐっと手前に引き寄せて、でその枠の中に主題を配置するっていうのがこのフレーム構図になります。街をね歩いてたりするとフレームとして使えるものは本当たくさんあります。例えば建物の入り口とか扉とか、明るさの差があってフレームとして使える場所だったらぶっちゃけ何でもいいです。とは言ってもね、これが結構探すの難しいんですよね。だから最初はもうそれこそ街中のトンネルがある場所だったりとか、あとは高架下とかね、そのフレームが作りやすそうな分かりやすい撮影スポットで積極的に狙っていくのがいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで、手軽にね雰囲気のある写真を撮りたきゃ 85mm というね内容で今日話してきたんですけど、85mm はやっぱりポートレートレンズなんて呼ばれるぐらい歪みも少ないので小顔効果も狙られるし、あとは背景と人物を分離してねすごく印象的な写真を撮ることができるんですけど、個人的にはやっぱりねストリートフォトでも結構活躍する場面があるんじゃないかなと思ってます。ある程度距離はね必要にはなってくるんですけど、適度な距離を保てるからこそカメラを構えた時にもね警戒されすぎず自然な街の様子が撮れるんじゃないかなと思います。今日はね写真の話を中心にしてきたんですけれども、その絵の見え方とか構図の話で言うとこれは動画でも一緒です。ただ焦点距離が長いので、ちょっとね手持ちで動き回りながらの撮影っていうのは正直厳しいと思うので、ジンバルを使うとか、あとは三脚でね、フィックスの絵とかを狙っていくのにはやっぱりこの 85mm っていうのはすごくね同じように印象的な絵が簡単に作れるんじゃないかなと思います。でおすすめの 85mm のレンズの話もしたんですけど、ぶっちゃけどれでもいいっちゃどれでもいいです。ご予算に合わせたものを選んで、手に入れてそれが使える選択肢にある方が大事なので、まずは手に入れてその中望遠での撮影を楽しんでほしいなと思います。もう予算が潤沢にあるっていうんだったら僕はこのシグマのね F1.4 を推したいなと思います。はい、というわけで、本日の動画は以上となります。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。